力むな、力を抜けという指導はよく耳にしますが、文字通り力を抜いただけでは良いパフォーマンスができるわけではありません。やはり入れるべきところではしっかり力を入れる必要があるのです。では具体的にどの瞬間にどこの力を抜き、どの瞬間にどこへ力を入れるべきなのでしょうか。というかそもそも全力を出すより力を抜いた方が強く蹴れるなんてことはあり得るのでしょうか。今回の動画ではその答えをできるだけ科学的に説明していきたいと思います。脱力の科学。なぜスピードが遅くなるのか。なぜコントロールが乱れるのか。拮抗筋がブレーキをかける。力を抜く、入れるタイミングとは。全力トレーニングも必要です。では早速いきましょう。力むことによる悪影響は主に3つです。1つ目は物理的にスピードが落ちること。2つ目は体の制御が乱れること。そして3つ目は拮抗筋がブレーキをかけるということです。他にも力むなという言葉には焦るなといった心理的な意味合いも含まれるのですが、今回の動画では物理的な内容にのみ焦点を当てて解説していきます。とはいえ心理的な部分もとても重要ですので、焦りや不安、気負いすぎによる力みなど心理的な内容やメンタルトレーニングの方法についてもまたいずれ解説していく予定です。ではまずは1つ目の物理的にスピードが落ちるということについて解説していきます。力むと筋肉が発揮しているパワーは大きくなるのにスピードが遅くなるということが起こります。でもこれ不思議だと思いませんか？基本的にはパワーが大きいほどスピードも上がるのが普通です。例えば輪ゴムを飛ばすとしても、強く引っ張って輪ゴムの縮むパワーを大きくすればするほど輪ゴムが飛ぶスピードは速くなるわけです。しかしサッカーのキックやバレーボールのスパイク、野球のピッチングやバッティング、テニス、バドミントン、ゴルフなどのスイング動作では力むとスピードが落ちるということが起こりやすいです。矛盾しているような気もしますが、これは実際に起こります。ではその仕組みを簡易的な模型を使って解説します。こちらが股関節、膝関節、ここがボールを蹴る側部だとします。膝下のスイングに重要な大腿四頭筋はこのようにつながっています。この筋肉が収縮すると膝下の骨が引っ張られて膝が伸びる仕組みです。反対に膝が曲がるときは大腿四頭筋は緩んで伸びた状態になります。助走の最後、右足で地面を蹴った後に大腿四頭筋の力を抜くと膝は曲がっていき、膝の角度はこんな感じになります。そしてこのまま股関節部を屈曲させていくと、遠心力と慣性と重力によって自然に膝は伸びて側部が加速します。このように膝を伸ばす筋力が全くなくても、体幹から股関節部の動きだけで側部は前方へ進むわけです。では次に大腿四頭筋が力んだ状態にしてみます。蹴り足のスイングが始まるときに力むと大抵このようになります。先ほどと比較すると膝が少し伸びている状態です。これは本当によくあることで、思い切り蹴るぞと力んでしまい、スイングの開始と同時に大腿四頭筋に力を入れて膝を伸ばし始めてしまうのです。このように少し膝を伸ばした状態で足を振るとどうなるでしょうか。なんと膝は逆に曲がってしまいました。このように膝を伸ばし始めるのが速くなると、物理的なエネルギーは膝を曲げる方向に働いてしまうのです。この状態でボールを蹴るには、膝を曲げようとする物理的なエネルギーに抵抗しながら膝を伸ばさなければならない分、大腿四頭筋はより大きなエネルギーを必要とします。それにより筋力は思い切り使っている感覚があるのに球威は落ちたということが起こるのです。これを理解せずに、なんでさっきより球威が落ちたんだ、ならもっと全力で蹴るぞとさらに力んで練習していては、力んで球威が落ち、それを取り戻そうとさらに力みという悪循環になり、その大きな負荷により関節や筋肉の付着部を痛めてしまうことでしょう。これが力むことによる最大の悪影響だと僕は考えています。次はコントロールの乱れについてです。これ実際にやっていただきたいのですが、このように手を合わせて押し合い、徐々に力を強く入れてみてください。力を強くしていくと手がプルプル震え出すのがわかると思います。およそ 80% の力を発揮すると徐々にブルブルと震えてきます。100% 全力を発揮するとより大きく乱れ、いくら意識的に止めるぞと考えていても完全に制御することは不可能です。つまり力めば力むほど細かい体の制御は乱れ、ボールコントロールは乱れてしまうわけです。
3つ目は拮抗筋についてです。筋肉にはその作用により主導筋と拮抗筋というものがあります。例えば、ももの前側の大腿四頭筋を主導筋とすると、拮抗筋はももの裏側のハムストリングスの筋群です。先ほど説明したように、大腿四頭筋は収縮することで膝を伸ばす働きがあるのですが、拮抗筋であるハムストリングスの筋群は収縮することで膝を曲げる働きがあります。主導筋と拮抗筋には真逆の作用があるわけです。そして力むとどうなるかというと、主導筋に力を入れているつもりが拮抗筋まで同時に力が入ってしまうということが起こります。つまり、膝を伸ばす大腿四頭筋に力を入れるつもりが力んでしまうと、膝を曲げる筋肉であるハムストリングスまで力が入り、ブレーキをかけてしまうのです。例えるなら、自転車の運転でブレーキを握りながら漕いでいるようなものです。体に負担がかかるばかりでスピードなんて出ません。これが3つ目の拮抗筋によるブレーキです。力むことによる悪影響をまとめると、物理的に逆向きのエネルギーが生じる、体の制御が乱れる、拮抗筋によりブレーキがかかるということになります。この中の一つによってパフォーマンスを下げてしまうこともあるでしょうし、全てが悪影響を及ぼしてしまうこともあります。まずはこの原因をしっかり理解していただきたいと思います。では次に、これらを踏まえた上で、どうしたら良いのかについて具体的に考察していきます。脱力において最も重要なのが、力を抜くタイミングと入れるタイミングを理解することです。このタイミングを改善することで劇的に威力が増すことがあります。それは例えるなら、ブランコを押して加速させるイメージです。ブランコのここが膝関節、ここがボールを蹴る側部だと考えてください。ブランコを押して加速させる際、最も効率が良いのはこの辺で押すことです。ここは物理的に最もスピードが出るポイントであり、そのポイントで押すことで効率よくスピードアップさせることができます。この辺りの加速し始める時に押すのではあまり効率は良くありません。強い力を必要とする割にはあまりスピードが出ません。そしてもちろん逆向きの時に押すのはもってのほかです。力んだ時は大抵力を入れるタイミングが速くなっている状態です。このブランコの例で言うと、丸2や丸3のような状態になっているということです。大きなパワーを必要とする割にはスピードは出ません。最も効率的なのは、この辺りの最も加速しているポイントで押すことであり、強い力で押すというよりは、速いスピードで押すことでブランコを一気に加速させることができるのです。これを理解せずに、丸2や丸3のポイントでもっと強く、もっと強くと反復練習したところで上達は見込めません。まずは最も効率の良いポイントを探ることです。そしてそのポイントでタイミングよくパワーを発揮する練習をするべきなのです。ボールを蹴る話に戻しますが、膝を伸ばす大腿四頭筋に注目すると、スイングの開始時は脱力し、側部が物理的に最もスピードアップするこの辺りで一気に収縮させることで効率よく側部を加速させることができます。つまり大腿四頭筋に力を入れるのはインパクトの瞬間だけなのです。力を入れるのはインパクトの瞬間。これは実際の指導でもよく使われるワードですが、これを効率よく習得するためには、まず仕組みをしっかり理解し、納得した上で練習することが大切です。僕も学生時代、力を抜けと指導されたことがありますが、その理屈が納得できず、半信半疑で練習していました。そんな意識では上達は見込めませんので、しっかりとした知識を得て、納得した上で練習していただきたいと思います。ではこの脱力についてさらに深掘りしていきましょう。脱力からタイミングよく一気にパワーを発揮する。これによって加速させることができるのは膝関節だけの話ではありません。背骨や股関節でもベストなタイミングがあり、同様に末端を加速させる働きがあります。先ほど力を入れるのはインパクトの瞬間と話しましたが、それは膝関節における大腿四頭筋のタイミングだけの話です。軸足や背骨や股関節に力を入れる最適なタイミングは部位ごとに時間差があるのです。熟練者のそれはまさに無知のような連動です。まずシュートフォームに入る際、背骨はねじれて反った状態にあります。それが軸足をストップさせる踏ん張りと腹筋群の収縮によって戻され、股関節部が加速します。この時にパワーを発揮するのは左足と腹筋であり、まだ右股関節を屈曲させる筋肉は脱力しています。動きとしては小さな動きですが、この部分の速度が末端の速度の基準になります。
次に股関節を屈曲させる腸腰筋や内転筋などの働きにより股関節が屈曲していき、膝関節部がさらに加速します。この時にパワーを発揮するのは右股関節を屈曲させる筋肉であり、膝関節を伸ばす大腿四頭筋はまだ脱力しています。そして最後にインパクトの瞬間に大腿四頭筋が収縮して蹴り足は急激に加速します。0コンマ何秒の間に腹筋群、蹴り足の腸腰筋や内転筋、大腿四頭筋と3箇所が時間差で働くことで倍々ゲームのように末端が加速していくのです。あなたはムチの先端は時速1000キロ以上にもなり音速を超えるというのをご存知でしょうか。ムチと同じ長さの棒を思い切り振ってもその半分の速度も出せません。それくらいムチの柔軟なしなりには末端を加速させる効果があります。それと同じように末端は脱力して全身をしならせ、下半身体幹部から末端へムチのように連動させて体を使うことができれば蹴り足をより加速させることができます。しかし力んで硬くなり棒のように全身を動かしてしまうと、いくら筋力があろうが蹴り足のスイングスピードは遅くなってしまうのです。このムチのような動きを効率的に身につけるためには、まずは体幹部から股関節だけ収縮させることを意識してインパクトの瞬間だけ足に力を入れるようにすると良いです。脱力は重要ですが、軸足着地の際は軸となる左足と体幹部にはしっかりと力を込めることも同じように重要です。力を抜けということの真意は、フォーム前半は軸に力を込めつつも末端は脱力し、中盤から後半にかけて末端へ徐々に力を込めていけという連動性のことなのです。文字通り力を抜いただけではよくありません。タイミングを合わせて入れるべきポイントでは強く力を込めるべきなのです。ほんの0コンマ何秒の話ですので、言葉で言うほど簡単な話ではありませんが、しっかりイメージして練習することで、この滑らかな連動性も徐々に身につけることができます。一流選手のフォームはとても滑らかで美しいです。それは物理的なエネルギーを最大限利用した無知のようにしなやかなフォームです。そのために重要なことが脱力なのです。ここまでの話を聞くと、全力を発揮しようとすると制御は乱れるし、ブレーキもかかる。練習では全力を発揮しない方がいいんだなと思ってしまうかもしれません。しかし全力を発揮する練習もとても重要ですし、絶対にやってもらいたい練習になります。この全力トレーニングの目的は以下の3つです。制御可能な最大出力を上げる、筋収縮のスピードを上げる、最大筋力・腱力を上げる。先ほど両手を合わせてプルプル震え出すまで力を込めてもらいましたが、この制御の乱れは一般の人では 60% から 70% ぐらいから始まり、スポーツマンは 80% くらい、トップアスリートは 90% 以上発揮すると乱れてくるようです。これは熟練された動作ほど顕著で、例えば一流のサッカー選手は 90% 以上の力を発揮してキックしてもあまり制御が乱れずに蹴ることができます。何度も全力に近いパワーを発揮して練習していると、その動作の神経回路が発達してより強い力でも制御できるようになってきます。この制御可能な最大出力を上げるために全力を発揮するトレーニングも必要なのです。2つ目は筋収縮のスピードを上げるためです。筋肉は脳が収縮しろと指令を出してから最大筋力を発揮するまで少し時間がかかります。グラフにするとこんなイメージです。縦軸が筋力の強さ、横軸が時間の流れです。ここで力を入れ始め、最大筋力を発揮したのがここという意味です。一流選手はこのようなグラフになります。最大筋力も大きいのですが、それ以上に筋力の立ち上がりが早いのです。力を入れ始めてから最大筋力を発揮するまでが一瞬です。例えばボールを蹴る際、ここまでは脱力し、この瞬間に最大筋力を発揮したいとします。先ほどのグラフと合わせてみると、このようになります。ここまでは脱力し、この瞬間に力を入れ始め、ここで最大筋力を発揮します。しかし、筋収縮のスピードが遅いとどうなるでしょうか。この瞬間に力を入れ始めても、最大筋力を発揮する前にボールを蹴ってしまいます。いくら最大筋力が大きくても、筋収縮のスピードが遅ければ、うまくボールに力を伝えられないのです。そしてその筋収縮のスピードをアップさせるためにも、一気に爆発的に全力を込めるトレーニングが必要なのです。そして最後の3つ目は、最大筋力・腱力を上げるためです。そもそも全ての動物はエネルギーを無駄遣いしないよう、使わない部分は削ぎ落とし、必要な部分だけ強化するようにできています。
筋肉や強い腱はそれを維持するだけでエネルギーを消耗しますから、効率よく生き延びるために使わない筋肉は削ぎ落とすという仕組みになっているのです。そのため全力を発揮することなく使っている部分は、脳は全力を発揮する必要はない部分だから現状維持で良いだろうと判断します。さらに軽くしか使わない部分なら、この部分は大して筋力を使わないから無駄な筋力を削ぎ落とそうと判断するでしょう。先ほども話しましたが、大きく強い筋肉は維持するだけでもエネルギーを無駄に消費するのです。あまり使わない筋肉なら筋肉を落とした方が体としては効率が良いのです。一方、頻繁に全力を出すことがあり、筋肉や腱に強い負荷がかかっている部分は、脳はこの部分はかなり使うらしい、もっと強化しなければと判断し、タンパク質を合成します。現在の筋力でマックスの出力を使うことで、脳は筋肉をより大きく強くするように指令を出すのです。つまり最大筋力や腱、靭帯などをより強化するためには、全力を発揮してしっかりと負荷をかけることも重要なのです。とはいえ、闇雲に全力でトレーニングしても体を痛めるばかりですので、以下のことを必ず守ってください。1週間で最大100球まで。体に大きな負荷がかかるトレーニングですので、1日に多くても20球くらい、1週間でトータルして100球くらいに収めてください。休息日を入れ、週に 2,3 回行うのも良いですし、ほぼ毎日少しずつ行うのでも良いです。自分の体調と相談しながら行うと良いと思います。そしてもし痛みを感じたら、100球までいかなくても直ちにやめてください。フォームの中でタイミングがずれると、思いがけず大きな負荷がかかり、急に痛みが生じることがあります。少しでも痛みを感じたら無理はせず練習を中止してください。そしてなぜ痛みが出たのかをしっかり分析し、同じ痛みが出ないよう工夫してください。タイミングを合わせ、脱力からの全力発揮を意識して行う。全力を発揮するトレーニングではありますが、やはり前半で説明したような逆向きのエネルギーがかかってしまうようなフォームになってはよくありません。脱力からタイミングよく爆発的に全力を発揮する意識で行ってください。多少のコントロールの乱れは全く気にしない。全力トレーニングの目的は正しいフォームを習得したりコントロールを高めるためではありません。全力トレーニングの目的は瞬間的に爆発的に全力を発揮することです。多少の乱れなんて気にせず、とにかく全力で行ってください。ちなみにこの全力トレーニングは練習の中盤に行うと良いです。先ほども説明したように、全力トレーニングはフォームやコントロールが乱れるものですので、中盤に行い、練習の最後にはまたフォームを修正してから終えることで、パワーアップするために必要な負荷をかけつつ、安定したフォームを習得しやすくなります。具体的な例を挙げると、前半はウォーミングアップのように軽めの出力でフォームを意識して行い、徐々に出力を上げていきます。そして全力トレーニングで10球から20球を行って体に負荷をかけます。そしてその後はまた出力を下げていき、丁寧にフォームを意識して練習を終えるという流れです。今までこういった練習をしていなかった選手なら、この全力トレーニングを取り入れるだけで短期間でも劇的に変わっていくことでしょう。ただ怪我だけは注意して、痛みを感じたら絶対に無理はしないでください。具体的にやるべきことは何か、そしてなぜそうなるのかが分かると、同じ練習メニューでも効率が格段に上がります。脱力の意味と力を込めるタイミングを理解し、脱力しつつ全力でトレーニングをしてみてください。きっとレベルアップできると思います。ぜひ明日からの練習に取り入れてみてください。健闘を祈ります。このチャンネルではこういった詳しい解説を行う本編の動画を投稿しつつ、その合間に質問やリクエストにお答えする簡単な質疑応答動画を配信しています。どんな競技でもどんな質問でも構いませんので、お気軽にコメントください。またフォームを見てほしい、トレーニング指導してほしいという方は概要欄の公式 LINE よりご連絡ください。最後までご視聴ありがとうございました。